皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は日本のアルバイトについてお話しします。アルバイトはドイツ語、ジャーマンから来ている言葉で、パートタイムの仕事を指す言葉です。そしてアルバイトを略してバイトと言います。話すときはほとんどの方がバイトって言っていると思うので、バイトっていう言葉覚えておいてください。そしてバイトというと、大体は学生がしている仕事を指します。バイトの掲示板とか仕事を探すアプリなど、そういったのを見るとアルバイト、パートと表記されているんですが、パートっていうのはだいたい主婦の方、子供が学校に行ってる間、だいたい9時から、夕方の4時ぐらいまで、5時ぐらいまで、そのぐらいまでにする仕事を指す場合が多いです。では今回は私のバイト経験をお話ししていきます。まず皆さん、バイトはしたことはありますか？もしこれを聞いてくださっている方で、まだ高校生とかそれより若い方がいたら、まだ仕事したことないよ、バイトもしたことないよっていう方がいるかと思いますが、大学生とかそれ以上の方は一度はバイトはしたことあるかなと思います。そして日本人なら多分ほとんどの方が何か一つでもバイトは経験したことあるかなと思います。バイトって言っても本当にいろんな職種があって、私の友達でも本当にいろんなバイトを経験している方がたくさんいます。例えば分かりやすい例で言うと、コンビニのバイトとかスーパーのバイト、カフェとかレストランとか、そういった接客業の場合、サービス業の場合はほとんどの職種がバイトで経験できるものだと思います。そして日本では何歳からバイトできるか知っていますか？法律で決められているのは原則として中学卒業後、満15歳になった後の4月1日以降と定められています。これがなんで4月1日以降かというと、これが日本の新学期だからです。4月が日本の新しい学年、学期が始まる時です。なので4月1日以降という法律になっています。そして18歳未満だったら夜の10時以降、そして朝の5時までは仕事をしてはいけないという法律があります。なので例えば夏休みだからいっぱい働きたい、夜中も働きたいって思ってもそれはできません。これが一応法律で決まっていることです。そしてやっぱり18歳未満だったら仕事できる時間も限られているので、高校生ではバイトでは雇ってもらえないということがあります。バイトの募集している内容を見ても、高卒以上っていうのは高校卒業した後、高卒以上、または18歳以上と記載されている求人がたくさんあります。高校生でもいろんなバイトをすることができますが、すべての仕事、いろんなお仕事、いろんなバイトをやってみたいっていう場合は、18歳以上になってから応募できるのが多いかなと思います。そしてバイトを探したかったらそれに応募する必要がありますよね。最近だったらほとんどの方がアプリを使っているかなと思います。私が高校生になって初めてバイトを探し始めた時は、アプリの種類などは全然多くはなかったんですが、最近はいろんなアプリがあります。長期バイトを探すものだったり、来週の土曜日暇だからちょっとバイトしたいな、隙間時間でちょっとお金稼ぎたいなみたいな感じで、短期バイトまたは1日バイトを探せるアプリなどもあります。特定の職種を扱っていたり、本当にいろんなアプリがあるので、自分のしたいバイトを簡単に見つけることができると思います。そして今日本は本当に人手不足なので、本当にいろんな場所でバイトを募集しています。
なのでバイトなら、やってみたい仕事を見つけるのはそこまで苦ではないかなと思います。では次、私がどんなバイトをしたことあるのかですが、私はお寿司屋さんのバイトで、スーパーのバイト、ハンバーガー屋さんのバイト、そして新潟県のスキーリゾートでリゾートバイトというのと、あとは単発で日雇いで1日だけのバイトで、ホテルの清掃のバイトなどもしたことあります。これが私の今までしたことあるすべてのアルバイトです。人生で初めてしたバイトが回転寿司屋さん、お寿司屋さんのバイトでした。これを始めたのが私が15歳だった時、高校1年生になってからすぐ始めました。初めての仕事だったので、もう毎回めっちゃ緊張していたと思います。そして慣れるまでにも結構時間がかかっていた気がします。ここで大変だったことが一つあって、それは魚の名前を覚えることです。ここは回転寿司屋さんだったんですけど、お客さんが注文した寿司はスタッフがテーブルに持っていくシステムでした。なのでお寿司をテーブルに置くときは、これはサーモンです、マグロですみたいな感じで名前を言ってお寿司をテーブルの上に置かないといけませんでした。そしてもちろんお寿司のネタの上に名前が書いてるわけじゃないですよね。なのでそのお寿司の名前を見ただけでわかるように区別するのが最初は本当に大変でした。でもやっていたらそれも慣れてきて、お魚の種類もちゃんと区別できるようになって、やっぱり慣れだなって思いました。何回も何回も見ていたり、何回もやっているとできるようになるもんだなって思いました。そしてやっぱり仕事をしていたらやらかしてしまうこともありますよね。私もそこの回転寿司屋さんでは一度やらかしてしまったことがあります。それが多分働き始めて3ヶ月とか経ったぐらいで少し慣れてきた頃でした。その日はめっちゃ混んでて、多分土日だったのでめっちゃ混んでいて、本当に数時間働いただけで結構疲れていました。そしてそのバイトしてるスタッフとかもみんな動き回っててめっちゃ忙しいって時に、ピッチャーっていうお水が入った大きなボトルみたいなのがあるんですけど、それを盛大に床にぶちまけて、もう床中水浸しみたいな感じになって、その時にうわ終わった、やらかしたって思いました。もうお店もめっちゃ混んでて忙しいし、どんどん注文も入って、それを、お客さんのテーブルに持ってって片付けなどもしてって、本当に忙しい時にお店の中に水をぶちまけて、本当にその時はもうバイトやめたいって思いました。でもまあその時一緒に働いていた先輩の方々は本当に優しい方々だったので、大丈夫よって言って一緒にその掃除してくれたり手伝ってくれたり、まあそんなやらかすことぐらいあるよ、大丈夫大丈夫みたいな感じで慰めてくれたので、もう本当に助かりました。まあ軽いちっちゃいミスだったら何回かやらかしてしまったことあるんですけど、こうやって結構大きめのミスは初めてだったので、もうその時は結構メンタルがやられました。なんですけど、まあこの後自分が大変な状況であっても人には優しくしようって思ったし、例えばレストランとかに行ってちょっとなんかスタッフの人がミスしてっていうのを見ても、まあ別にもう何とも思わなくなりました。特に若い学生とかバイトっぽい人がそのちょっとやらかしてしまっているのを見たら、まあそれぐらいあるよな、大丈夫よ、頑張ってっていう気持ちになります。では次にしたバイトはスーパーでのバイトです。スーパーって言ってもそこは野菜と果物だけを扱っている青果店でした。そこではレジ打ちのバイトだったり、野菜を袋に詰めたり、あとは店内の掃除とか、まあそういったことをしていました。そこでは約2年ぐらい働いていました。ここでも初めは野菜の区別とかが全然つかなくて、なんか全然わからなかったんですけど、今ではそこで約2年間働いたおかげで、なんか細かい
似ている豆の種類とか、似ている緑の葉っぱのいろんなやつがあると思うんですけど、そういった種類がちゃんとできるようになりました。なのでなんかスーパーでのバイトとかそういったお寿司屋さんでのバイトって学べることはあんまりないって思ってしまう方もいるかと思うんですけど、意外に結構人生に役に立ついろんなことが学べたのでよかったなって思います。で、そのバイトは特に業務がめちゃめちゃ面白かったっていうわけではないんですけど、仲のいい友達も何人も働いていたので、そこが良かったです。なので、約2年ぐらい続けることができました。で、やっぱりバイトでもフルタイムの仕事でも何でも職場の人間関係ってとっても大事だなって思いました。一番最初に働いていたところは、先輩方は本当に優しい方々ばっかりだったんですけど、別に仲がいいっていうわけではなかったです。なので、なんか別にバイトしててめちゃめちゃ楽しいみたいな感じではなかったんですけど、そのスーパーで働いていた時は仲のいい友達と働いていたので、全然バイトをするのも苦じゃなかったです。なので、やっぱり人って大事だなって本当に思いました。そしてこういったバイトとは少し違うバイト、リゾートバイトっていうのがあるんですけど、これもしたことはあります。リゾートバイトっていうのはリゾート地、夏だったら沖縄の海とか、冬だったらスキー場とか、そういったところに泊まり込みで行ってずっと働くっていうバイトです。ほとんどの場合はホテルで働くっていうのが多いかなと思います。そしてこのバイトのいいところは住むところが用意されていて、そしてだいたい1日1食とか2食とかついてくるところです。これがもう無料で用意されています。そこに住んで、1週間に5日間とか、それぐらい働いてお金を稼ぐバイトになります。なので夏休みとか春休みの長期の休みがある学生とかは、そのもう1ヶ月間とかに集中して働いてお金をたくさん稼ぐっていう学生もいるかなと思います。これで私は新潟県のスキーリゾートで、バイトをしたことがあります。私もそこにあるホテルの一室がその私の部屋で、私含め3人で住んで、仕事をしていました。私はそのホテルの朝食と夕食の、仕事をしていたので、朝は5時ぐらいに起きて働いて、で昼間に休憩時間があってまた夜働くみたいなスケジュールで週4日から5日ぐらい働いていました。また休みがある日はその辺近くをちょっと旅行したりとか、普段だったら家からは本当に遠いので行かないような、なかなか旅行できないようなところにも気軽に行けたりするので良かったです。そして私が働いていたホテルには温泉があって、その温泉に毎日浸かることができたので、それが本当に良かったです。そしてスキーリゾートで働く最大のメリットはスキーし放題っていうことだと思います。もしスキーウェアとかスキーの板とかを持ってる場合、スノーボードでも一緒なんですけど、本当に無料でお休みの日はできるっていう場所がたくさんあります。なんですけど、私が働いていた時は12月でまだ雪が全然降っていない時で、そして私はそのスキーのウェアとかスキー板とかを持っていなかったので、レンタルするのに少しお金がかかるってことだったので、そこで働いていたんですけど、結局スキースノーボードはせずに帰ってきました。それはちょっと一つの後悔です。で、このリゾバっていうのは泊まり込みで住み込みで働くってことなので、もちろん全てがいいことばかりではないですが、短期間にたくさん仕事をしてお金を稼ぎたいっていう場合にはとてもいいバイトかなと思います。そして普段行かないようなところでバイトすると、近く旅行できたり、なんか新しい発見があったりとか、いろんな人に出会えたりっていうのもあるので、悪くはないバイトかなと思います。そしてこれ以外にも、いくつかバイトは経験したっていう感じになります。今回は私のバイト経験についてお話ししました。
私が経験したバイトはほんの一部で、本当にいろんなバイトがあります。私の兄がしていたバイトはイベントバイトって言って、イベントだったりいろんなコンサートでのバイト、そういったものをしていました。あとは例えば芸能人が空港に来るから、そのファンが押し寄せないように警備をするバイトだったりとか、そういったのをしていました。あと私の周りでよく聞いたのは、家庭教師のバイトだったり、何かを教えるバイト、そしたらちょっとでもスキルがある方は何かを教えるバイトっていうのも結構よく聞くバイトかなと思います。アルバイトって決して楽なものは少なくて大変な仕事が多いかと思いますが、みんな何か一つは、バイトの経験した方がいいなって私は思います。大人になっていく上で学べることも本当にたくさんあるし、いろんなお客さんとかと出会うことで、いい意味でも悪い意味でも、なんかいろんな人がいるんだなこの世界にはっていうのを学ぶことができます。皆さんもし何か今バイトをしているとか、こんなバイト経験したことがあるよみたいなのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。